ホイール、ホイール、カンパニョールのゾンダ、こっちがゾンダ、こっちがゾンダ、とこっちはシャマルミレ、を比べてみたっていう動画を撮ります。例によって、こっちもしばらく100キロ、200キロ乗った時の感想を語っていきたいと思います。はい。では行こう。で、シャマルミレの方が、ワイドリム化されたこっちの方ね。モデル。15C ってやつかな。15C。リム幅がちょっと太くなってますね。ほう。で、ゾンダはまだリム幅ナローリム。狭い方。狭い時のゾンダ。この2本を比べてみました。全く同じ幅ではないね。ちょっと違う。世代がちょっと違うかな。こっちの方が新しい。シャマルミレのが新しい。こっちがちょっと古い。こっちがゾンダ。でまず見た目の違いは、ぱっと見全然ちゃうよな。こっちが真っ黒。黒いな。こっちは普通のアルミのリム、銀のアルミの字が出たような感じやね。でこっちは普通やねんけど、シャマルミレの方はその独特のこの加工、黒い加工ね、されてて、で専用のブレーキシューがいるんですよ。専用のシューがいる。こっちはシャマルミレ専用のブレーキシューと、それと組み合わせたらもうブレーキのタッチはめちゃめちゃ良くなる。なんていうかディスクブレーキに近いようなフィーリングかな。一緒ではないんやけど、なかなかアルミのリムとしてはもうめちゃめちゃいい。優秀。あと見た目がかっこいい。かっこいいよな、この黒いホイール。かっこいい。でスポークの針組み方は一緒やな。一緒やねんけど、スポーク自体は太いな。合成もこっちの方が全然高い気がする。次ゾンダの方行こうか。ゾンダは、スポークは細いですね。細いな、シャマルミレオに比べたら。この違いわかるかな。わからんかったら倍ぐらい違うかな。結構違うよね、太さが。リムのデザインも違うかな。ゾンダってロゴがあって、こっちはシャマルミレって書いてて、こっちはシャマルミレ、こっちはゾンダって書いてる。リムの形が若干違います。太さはもちろんさっき言ったみたいにナローリム、ゾンダナローリムのこっから見たらわかるかな。このリムのさ、角が角張ってる。角が角張ってる。カクカクしてるね。カクカクしてる。カクカクしてる。ゾンダはな。ゾンダは。でシャマルはどっちかというとほら丸い感じになってるのわかるかな。あんまりカクッとはしてないな。エッジはあるけど丸いな。多分これ空力的な考えで、こっち丸いからちょっといなしやすい方向になってるんじゃないかなって若干思います。でリムハイトは多分一緒ですね。リムハイトは一緒。ハブのデザインもちょっと違うかな。ハブのデザイン。で見て、なんかウルトラシャマルの方は、ウルトラなんとかって書いてるな。カーボン、これは。いや、多分デザインか。カーボン超なだけね。やっと思う。ほんまにカーボンなのかな。ちょっと鉄っぽい。じゃあカーボン超なんかな。かもしれん。でゾンダのでは普通のカンパニョールのロゴがあって、シンプルな普通のハブやね、こっちは。って感じかな。ベアリングの回転はね、そんな違いはない。でも今ちょっと触った感じ、ちょっとゾンダ緩かった。触ってみる。ちょっと違うかもしれない。これオーバーホールしてばっかなんですよ。こっちはまだしてない。これちょっとオーバーホール早めにした方がいいかもしれない。感じですね。じゃあ走りの違いについて走りの違いについてなんですけど、結構、見たような見た目の割にはかなり違う走りで、簡単に言うと乗り心地いい。ゾンダはめっちゃ乗り心地いい。ゾンダは乗り心地いい。
こっちは硬い。シャマルミレは硬い。パリッとしてる。タイヤがねちょっと若干違うんですよ。まあ、同じプロ4で同じプロ4やけど、こっちがサービスクルーズってやつかな、こっちエンジュランス。エンジュランス。この違い、もちろんこっちは 25C でこっち 23C 入ってますっていうのを加味してもこっちの方がパリッと走るかな。で軽さはな正直、そんな変わらん。そんな変わらん。若干シャマルの方が軽いかなって感じやけど、そこまで違いはない。だから多分走りに何の差が出るっていうのは多分合成。軽さはあんまり関係ない。ハブもリムもそんなに変わらんから、だから多分このスポークの感じでこの乗り味っていうのが全然変わってきてると呼んでます。僕どっちが好きかっていうと、こっちの方が好きです。見た目も走りもシャマルのが好き。ただコスパ的には断然こっちの方がいいかな。ゾンダね。値段中古相場やったら倍違う。こっちが大体今やったら今の現行の方というかワイドリム化したモデルでも多分3、4万、もう3、4万、5万ぐらいで買えるけど、ビーグルとか新品で安いし、多分5万前後ぐらいで買えるけど、こっちやったらもうちょいするかな。7、8万とか下手し10万結構するなぐらいするんちゃうかなっていう感じかも。だから、コスパ的には圧倒的にこっちがいいかな。ゾンダの方がいい。ゾンダの方が、性能もなんていうかな、めちゃめちゃ劣ってるわけでもないから、やっぱゾンダコスパ最強定番オイルって言われるだけある。別に全然ゾンダでもレースとか出れると思うし、これで100キロ200キロとか走るんやったらむしろゾンダの方が人によっては疲れにくかったりとか乗り心地いいから、するし、だからそういう人にはめっちゃおすすめ。逆に見た目がかっこいいとかちょっとレーシーな走りしたいなっていう人はこっちの方がおすすめ。シャベル見るのがおすすめ。じゃあラチェットーンいきましょうか。ラチェットーン。ホイールつなげる時に絶対やらなあかん儀式みたいなもん。ラチェットーン行こちなみにゾンダがこのアメちゃんガリレオ号にシャマルミレがエモンダについてる。いきます回しますゾンダからいきます。こんな感じですね。はい。じゃあ次シャマルミレ。シャマルミレ。静か。これ好みの差やと思うで。でもゾンダね。俺こっちの方が好きやけどな。ゾンダ結構音大きいな。やっぱシャマルな、さっきも言ったけどオーバーホールした仕立てやから。仕立てなんでちょっと固めのグリスをいっぱい入れてるんで、だいぶ静かな感じにはなってるけど、多分同じ音にしようと思ったらできるんじゃないかな。こっちも固めのグリス入れれば。これリアホイール。さっきフロントやったんですけどリアホイール。かっこいい。両方かっこいい。この組み方がやっぱこの組み方いいよね。カンパの。でもな、今持った感じな、持った感じで言うと、ほんまに変わらんか、ちょっとこっちの方が重いかもしれない。こっち11足やもんな。今ついてんの。そうやな。プロ系が違うのと、やっぱタイヤがちょっと重いのと、リムがワイドになってる分重い。意外とシャマルの方が重いかな。今シャマルが11足でゾンダが10足がついてる。ちょっとスプロ系汚いけどね、両方。まあ走ってきたばっかやからな。やっぱナローリムが軽いんだな。やっぱ細い分軽いんやな。総評はどう？総評は比べて総評。じゃあコスパの良さは圧倒的にこっち。コスパはゾンダ。乗り心地もこっち。ゾンダ。速さで言うと若干こっち。シャマルね。でやっぱ合成が高いと乗ってて楽しい。あ
とかっこいい、かっこいい、見た目はかっこいい。ってな感じですね。あ、そうそう、ちなみにシャマルにも 2種類あって、このシャマルでもこのリムがこっち寄りみたいなやつがあって、あ、カクッとしてるタイプがあるってこと。違う、普通の銀のリム。あ、リムがね、うん、黒じゃなくて銀のですね。シャマルミレじゃなくてシャマルウルトラってやつ。シャマルウルトラ。ウルトラってやつで、その1個下にユーラスっていうホイールがある。シャマルじゃなくユーラス。でその下にゾンダがある。ゾンダ、ユーラス、シャマルミレ。シャマルミレ。でシャマルとシャマルミレの違いはこのリムのこれの違いだけやからま、っすぐ走ってる分にはブレーキ以外の性能は一緒。全然変わらん、ブレーキ以外は。全く一緒だから、アルミの中で一番いいと、真ん中ぐらいのコスパ最強ホイールって感じ。こっちでもいいと思います。ゾンダも全然かっこいいけどね。むしろなんかどっかのレビューで見てんけど、例えばその1日に300キロとか走るんやったら、あえてこっち選ぶっていう人もおる。ゾンダの方両方持ってる人が疲れにくいから、こっちの方が好きっていう人もおるぐらい、だからどっちが最強っていうわけでもないから、どっちもいいとこもあるし悪いとこもあるし、好みで使い分けたらいいと思うんで、別に安いからゾンダでも全然いいし、かっこいいからシャマルでも全然いいし、ってな感じで語ってみましたが、皆さんはどんなホイール履いてますか皆さんは。いや聞きたいな。どんなホイール履いてるかちょっとコメントで教えてほしいな。そうやな、確かに今あれやもん、ディスクでもディスク逆に分からんわ。ディスクがその完成者からどんな辺のグレードに、ついてるのかな。やっぱゾンダに行くんで、ゾンダもあるのよディスクに。あ、ディスク用のゾンダもある。あるし、他例えばシマノのホイールに変えてるとか、アルテグラとか。そうそう、アルテもあるし、デュラもあるし、ちょっと聞きたいな、この辺は。また教えてください。教えてほしいな、それは。じゃあまたコメントで教えてください、それは。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。